こんにちは。画家と美術の先生をしてます。すみのです。今日は RRR のビーム大好き女子対談ということで、ゲストの方に来ていただいてます。私の RRR 友達のニスリーンさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニスリーンです。よろしくお願いします。ニスリーンさんとは私、RRR を通じてお友達になったっていう方なんですよ。ニスリーンさんは RRR のすごく素敵な絵を描いていて、インスタとかにもアップされているんですよ。で、私もそれを見て、素敵な絵を描いている方がいるんだなというふうに思ったら、声をかけていただいて、お話ができて、仲良くなったっていういきさつになっています。ニスリーさんは、こんな感じで映画の絵とかを結構描かれてるんですけど、その中でも特に RRR の絵を描かれてるんですよね。はい、そうなんです。大好きなので、もういっぱい描いてしまってます。こちらの方でご紹介もしながらお話ししていけたらなというふうに思ってます。2人とも RRR がすごく好きなんですけど、ニスリーさんが RRR を好きになったきっかけっていうのは何だったんでしょうか？はい、そうですね。映画を見た後に感情がものすごく揺さぶられたというのがすごく新鮮な体験でした。ストーリー自体は割とシンプルで、敵対する立場の2人が仲良くなってしまうという古典的な内容だと思うんですけれども、シンプルな内容だからこそ気持ちにストレートに訴えかけてくるというところですね。もうそこにも本当に感動して、映像と、音楽も本当に美しくて、ラーマとビームの葛藤だったり友情を完璧に表現しているような内容だなと感じて、もう見た後にもう自分が一緒にその場にいたような、一緒にいてその2人の友情を見ていたような、そんな気持ちになって後まで忘れられない映画になりました。いやー、めっちゃわかります。そうですよね。なんか本当に感情がすごく強い映画だな。その感情を表すために音楽とかアクションとか、もう全てのものを総動員しているような映画ですよね。本当にそうだと思います。それでは、ビームを2人とも好きっていうことでこの動画撮ってるんですけど、いつからビームを好きになったんでしょうか？そうですね、考えてみると、本当に好きかもしれないと思ったのが、ストーリーの割と最後の方ですね。ビームがチータに対してラーマを必ず助けると約束する場面があるんですけれども、ここが本当にかっこよくて心が射抜かれたという場面だなと思います。ありがとうございます。私の方は1回目見た時とかはもうビームが好きとか何も考えられなかったんですよ。ですけど、もう2回目3回目っていう風に見ていくうちに共感できるのがビームだなっていう風に感じてしまって、ラーマっていうのはものすごいイケメンでザかっこいいし、ぶっちゃけ顔もラーマ結構タイプなんですけど、だけどビームって自分がすごく感情移入してしまうキャラクターだったんですよね。それで私はビームがいいなっていう風に思うようになりました。面白いです。私は逆にどちらかというと、共感っていう面で言えばラーマの方が気持ちがわかる部分があって、やっぱり RRR ってラーマの視点で描かれている感じがするんですよね。だからラーマは生い立ち含めてどういうことを耐えてきたのかとか、気持ちが伝わるように描いてあるっていうのもあるでしょうし、ラーマって強い意志を持ってるんだけど、いろんな場面で揺れますよね。ビームに対する友情と使命との間で実は葛藤したりとか、そういうその人間臭いところが、私はラーマは気持ち的に感情移入してしまう。でそれに対してビームは何を考えてるのかとか、どういう生い立ちなのかとかわからないところもあって、ミステリーなところが魅力でもあるかなっていうふうに思ってました。言われてみたらそうかもしれない。確かにラーマ目線で書かれてますよね。幼い頃のエピソードとかあるのもね、ラーマだけですもんね。そう。それではビームのどこが好きなのかっていうところをお伺いしてもいいですか？はい、そうですね。やっぱりビームは一言で言って理想のヒーローだと思うんですよね。とにかく優しくて強いっていうところです。もうその優しさっていうのが現れているのが、先ほどお話にも少し出てきた最後の方の場面ですよね。ビームはラーマが自分を裏切ったように見えたのは、実は使命のために戦っていたからだっていうふうに気づくんですけど、そこでもう即座に何の迷いもなく自分が悪かった、
でも何としてでもラーマのことを助けないとっていうふうにもうすぐに言えるというところがもう本当に素直だし、もう勇気が素晴らしいなっていうふうに感動したんですよね。いくらやっぱり理由があってのことだなっていうふうに思っても、あそこまでね、鞭で撃たれたりとかね、いろいろあったら、そう、めちゃくちゃ殴られてるますしね、やっぱあれだけいろいろあったら、すぐに助けないとっていうふうに思えないと思うんですよね。そこで命をかけても、すぐにも助けるっていうふうに言えるというのが理想のヒーローだなっていうふうに思うんですよね。ラーマってちょっとアンバランスなところとか、一人で辛さを抱え込んでしまうところ、ちょっと危ないところにラーマは魅力があると私は思うんですけど、それに対してビームは逆にすごく伸び伸びしているんですよね。まっすぐでもう安定しているからこそ、もう絶対にこの人なら頼りになる、助けてくれるっていう風に思えるようなヒーローのかっこよさがあるんじゃないかなって思います。ビームって悩みがあんまないですよね。迷いみたいなものっていうのも一応あるんですけど、苦しむ前にもう解決するというか、苦しいと思ったからラーマ兄貴に自分の正体を告白するとか、悩みがあるなら行動するみたいな、結構さっぱりしてる性格だなっていうのも私すごく思っていて、純粋で優しくてさっぱりした性格かなというふうに思って、そこが私もすごく好きなんですよね。そうですね。ビームは本当に柔らかさもある強さというか、気持ちを素直に人に対して打ち明けられるところがありますよね。一番最初出てくるところで、虎と戦った後に虎に対して申し訳ないっていうところもそうですし、であとはマーリーを歌で慰めてあげるところとか、強い男性っていう言葉からイメージするような硬さがあまりないというか、確かに気持ちを人に対してシェアできる柔らかさがある、そういうところもビームの良さかなって思いますね。あんまり縛られてるものがないんですよね。ラーマと比較するとそれがすごく顕著なんですけど、ラーマはお父さんの言葉からガチガチに生き方をこうしなきゃこうしなきゃって思って苦しみながら生きてきたのに対して、ビームってそういう感じがあんまりなくって、もちろんミラノリーダーとしての重圧とかはあるんだろうけど、そういうのを感じさせないような、縛られてない生き方をしてるような感じに見えるところが素敵だなと思ってしまうんですよね、私は。対照的なところ、ラーマに対して自分を抑えてしまうラーマと伸び伸びしてるビームってそこも本当にいいコンビだなっていう感じですよね。本当にそう思います。そこがすごく好きなんですよ。その2人の対比が。私ビームってあんなに純粋無垢なキャラなのに、自己紹介するときこうなってるとき嘘ついてるんですよね。アクタルとか言ってるけど、友情を2人がすごくいい感じで育んでるドスティーキの時に、もちろんラーマが嘘ついてるのはしょうがないんですけど、ビームも全部嘘なんですよね、あれね。名前も宗教も家族も全部嘘なのに、ラーマとの友情は本物じゃないですか。あの辺とかも私、嘘をついててもなお純粋さみたいなものとかが失われてないビームってすごいなって思っちゃって、普通嘘をあんだけついてたら心がちょっと汚れてしまうというか、あるのかなって思うんですけど、それがないんですよね、ビームって。そうですよね。本当にその通りで、ジェニーに近づくところも見方を変えればジェニーを利用しようとしてるっていうふうにも言えるじゃないですか。まさにそうです。そう、でもこれは私の限られた場面から受ける印象なんですけど、あんまりビームってジェニーのことを騙してるとか、そういった罪の意識みたいなものをあまり感じられないですよね。でランに対してはその自分の素性を打ち明けることができなくて苦しかったっていうところがちらっと出てくるので、もちろん葛藤はあるんだと思うんですよね。思うけど、でもやっぱりビームの考え方はおそらくマンリを助けるためのこと、もうそこでも一貫しているから、マンリを助けるため、罪のない子供を助けるための行動は自分にとって苦しい行動でも全て善だ、良いことだっていうことで一貫してるのかなっていう印象があるんですよね。だからそういう意味では価値観がぶれないというか、これが良いことだって信じてるものに対する信念みたいなものが揺るがないからこその純粋さが汚れない、かき消されないっていうことなのかなって今お話聞いてて思いました。確かにそうかも。私も今それ聞いてて、目的のためだったらルールを守るとか
いうことよりも心の中にあるその正義っていうことを優先するタイプですよね。そうですよね。まさにそれは獣たちをスコット邸に連れて行って大暴れするところにも現れてると思うんですけど、ラーマが逮捕するって来た時にビームが何も悪いことは自分はしてないっていう風に言うんですよね。で、あれに対してちょっと面白いっていうツッコミを入れている方も見たことがあるんですけど、でもビームはやっぱり大真面目なんですよね。ビームにしたらそう大真面目なんですよ。だって罪のないね幼い子供を助けるためなんだから、そのためだったらたとえ目の前で何人が猛獣に食い殺されていようとね悪いことしてないんですよ。わかる。私その共感できるっていうふうに最初言ったのは多分そこなんだと思います。はい。私もルールとかがそんなに苦手なタイプで、こうガチガチに縛られるのが苦手なんですよ。だからその自分が本当に心の底から信じて自分に嘘をつかずにいいことをしているっていうふうに思っていれば、あまりこう世間のルールとか常識とかから外れていたとしても、悪いことではないでしょっていうふうに思っちゃうタイプなんで、もちろんねそれをやるかどうかは置いときますけど、そういう性格なので、もともとは。いや、そこが多分すごく共感できるポイントなんだなというふうに今西杉さんに言われて納得できました。なるほど。その根本的な価値観の部分でビームにより共鳴できるっていうことですね。素敵。なんか私はもうビームのそういうところは憧れでしかなくて、どちらかというと割とこう揺れ動いていろいろなことに縛られているラーマの方がなんとなくこう気持ち的には分かってしまう部分があるような気がするんですけど、でもねそのビームのやっぱり揺るがなさっていうのは本当に魅力ですよね。そうなんですよ。私多分ラーマだったら逆にそんなに嫌なら逃げちゃえばいいじゃんとか思っちゃうタイプなんで、そんなのお父さんの言ったことなんて知ったこっちゃないよとか思っちゃうタイプなんで、なんか逆にそんなに苦しんで悩まなくてもいいのにみたいな。ね、だってここをねたくさん陥れなきゃいけないわけじゃないですか、立場的にね。辛いですよ。ビームに共感してる理由っていうのが私もう一つすごく大きいのがあって、ビームが長男気質でありながらラーマにはめちゃめちゃ甘えるっていうところが本当にもうときめいて仕方ないんですよ。だから私妹がいて長女なんですけど、やっぱ長女とかその長男ゆえの何かこうお兄ちゃんなんだからお姉ちゃんなんだからみたいに言われてちょっとこう気張るっていうかこう頑張っちゃうところって多少あるかなと思っていて、で多分村でのビームがまさにそれで、だけどラーマの前で心を開けるようになったからっていうことですごく甘えるんですよね。その甘える感じとかを見てるとはぁみたいになっちゃって、なんかこう癒される、よかったねみたいな、わかるよみたいな、そのいつも兄貴兄貴って言われて慕われてるけどラーマの前だけでは心を解きほぐせるというか、甘えることができるっていうのってすごい人生においての宝なんですよ。その長男長女気質の人にとってみると、それがただなんか甘いキャラっていうことで片付けてしまうんではなくって、もともと弟キャラじゃないのに弟キャラを出せる人に巡り会えたっていう奇跡が私は本当に見てて嬉しくて、いつもこうニヤニヤホクホクしながら見ちゃってるんですよね。RRR のその辺のシーンを。なるほど。でも分かります。ビームのやっぱり弟として甘える姿の愛くるしさみたいなものって、やっぱりビームは本来みんなのリーダーで頼れる存在で、いつも頑張っている人だからこそすごく特別なんですよね。ラーマに甘えられるっていうのは。そうなんですよ。なんかもうそこまで見越して RRR のビームというキャラを作ってるとしたら、ちょっと天才すぎるんじゃないのとか思っちゃって。なんか本当にこういろんな角度から人の心に訴えかけてくる作品だなと思います。ビームというキャラを通してだけでもどれだけのこの私の中で感動があったかっていう。で RRR ってインド人の方が演じてらっしゃって、日本においてインド映画がここまで流行ったのは多分初じゃないですか。もちろん今までもいくつか流行った映画はあったんですけど、ここまでの大ブームになって今までインド映画を見たことなかった方とかも RRR にドハマりしているという状況が今すごく不思議だと思うんですけど、その中でもやっぱり2人の見た目に日本人に馴染みがなかったヒゲがあったりとかするところがすごく特徴的だなというふうに思っていて、今まで日本で流行ってきた俳優さんとかを見てると、韓国人俳優さんとかダンディーというよりかは中性的なイケメンが流行ってきたかなというふうに思っていて、それは多分欧米の俳優さんとかでも
似たような感じの傾向が多少あったのかなというふうに思っているんですけども、2人の見た目とかがここまで流行って、しかもビームの毛とかも濃かったりするわけじゃないですか。胸毛生えてたりとか。そういうところも RRR の、新しいところというか、なんか今までになかったところかなというふうに思うんですけど、その辺どういうふうに考えていらっしゃいますか？そうですね。本当におっしゃる通りだと思います。私自身は今アメリカに住んでいるんですけど、やっぱりその日本の人気の女性向けの雑誌の表紙にお二人が載っているのを見たりすると、すごく感動するというか、今までにない現象なので、とても新鮮だなっていうふうに思うところがあります。そうですね。やっぱり日本を含む東アジアでは、男性に関してもやっぱり肌がこう透明感があって、あまり眉毛とまつげ以外の毛はあまりこう顔にねこうなくてというようなそういった印象がやっぱり強かったと思うんですよね。ただやっぱり今回お二人がこれだけ人気になったところを見ると、やっぱりあくまでもそういったその大衆の好みってそのメディアがこう提供するものの中からみんな選んでる結果、そういう風になってたっていうことだけなのかなっていうことも私はちょっと思いまして、やっぱり逆に例えばアメリカでもここ最近 K-POP がね昔に比べると若い人たちの間で人気が出てきてるみたいなんですけど、そうやって K-POP のああいったその男性のアイドルとかを見てると、アメリカで育った東アジア系じゃない人たちもそういった東アジア系の中性的な男性アイドルを見て、かっこいいって思ったりとか、やっぱりそういったその好みってメディアがこう見せるものの中から形作られてくるところってあるのかなと思っていて、美男の形にはこういう形もあるよっていう、その日本にもね RRR を通してこう触れる機会ができたっていう言い方もできるのかなと思ったりします。確かにそうかも。やっぱりね、普段見ている俳優さんとかそういうものが自分の中にインプットされて、こういうのがかっこいいんだとかいうのって形成されますよね、自分の中でね。と思います。私もその今までひげが結構生えてる方で、かつこう胸毛とかもあったりとかしてムキムキだったりした方にここまでかっこいいって思ったことはなかったんですよ。すごくムキムキの人とか見るとこうちょっと別世界の人だなって思って、かっこいいっていう対象にはあんまり思ったことなかったんですけど、でも今回 RRR を通してみて、そのビームとかの性格がもう本当にかっこよすぎて、それがあってだと思うんですけど、見た目にもこう愛着を持ってかっこいいなって思うようになったっていうのが、今回すごく私にとっては初なことでした。いやでもそれだけ今までと違う世界を開いたというところでもビームのね凄さが伺えますよね。なんですよね。私はね逆にラーマよりもビームの方が外見的にも好きだろうっていうのは結構家族とかいろんな人に言われたんですよ。絶対スリンはビームの方が好きでしょって言われたから割とその通りになったっていう感じだったんですけど、そうですね、ビームもラーマも確かにすごく鍛えていて、どちらもたくましい感じのするお二人だと思うんですけどね。でもビームの方が不思議なのは、鍛えてるのにちょっとこう全体の印象としてはふんわり柔らかい雰囲気もどことなくあって、ちょっとこうクマのぬいぐるみみたいな可愛らしい感じもどことなくあるっていうのがビームの魅力かなと思いますね。そうなんですよ。ビームって勘違いされますよね、太ってるってたまに。そうなんですよ。全然無駄なお肉は一切ついていらっしゃらないのに、体脂肪率公開してほしいぐらいなんですけど、なんかもう全然太ってないじゃないですか。なのになんか太ってるっていう風に何人かに私言われてて、みたいな、太ってないよみたいな。太ってない。なんかぽっちゃりしてるとか言われるんですよ。ぽっちゃりみたいな。分からんでもないんですけど、でもそういう風にあんなにムキムキで胸筋とかの厚さもすごいのに言われちゃうぐらいこう柔らかい雰囲気なんですよね。そう、雰囲気なんですよね。雰囲気。そう、雰囲気。ラーマは鋭角的なこう尖ったシュッとシャープな印象を持たれやすいんですけど、逆にラーマもやっぱり顔とかよくお顔を観察すると
もちろんね、無駄のないすっきりしたお顔なんですけど、ほっぺとかね、割と豊かで、決して痩せ細っている感じではいらっしゃらない、割といい感じに顔にも肉付きがある方なんですけど、その実際の顔よりも印象がシャープな印象になってたりとか、そういった印象で決まる部分があるのかなって思ったりしますね。2人とも絵描いてるじゃないですか。で、私も、はいビームの絵とかラーマの絵とか描いてますけど、どうしてもラーマの顔を描くときはちょっと映画組に描いてしまう自分がいますし、ビームの顔を描くときはちょっと丸っこい感じに描いてしまう自分がいるんで、雰囲気の性質っていうものは多少ありそうですよね。そうですね。印象に左右されるところがあるのかなってあります、めっちゃ。います。じゃあ、ときめきシーンをちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、ビームの周りでときめきシーンって何かありますか？もういっぱいありますね。でもでもやっぱり一番は、ビームがシータに対してもうラーマを必ず助けて連れてくると約束するところですよね。ここが一番やっぱりかっこいいって思う場面です。実際にラーマを救出するところも完全にもう人間を超越してですね、素手で鉄格子を開けるという素晴らしい勇者ぶりなんですけど、そんな勇者なのにラーマにね謝りながらもう大泣きしてるっていうところもかっこいいのに可愛いというもう魅力が満開な場面かなと思います。結構大胆なキャラなんですよね。だから俳優さんがめちゃめちゃうまいっていうのもあると思っていて、なんかあんなジェットコースターのような感情の演技を大粒の涙ボロボロ流したりとかっていうのもしてるから、本当すごいなって思っていて。素晴らしいからこそビームのキャラクターもあそこまで魅力があるんだろうなっていうのも私はちょっと思います。やっぱりビームの素晴らしさって感情の豊かさだと思うんですけど、感情の豊かな表現が大げさとかわざとらしいとかではないんですよね。もう本当に心からの涙だし、心からの笑顔だし、自然なんですよね。そうなんですよ。わざとらしいとか思ったことはなくって、本当にもうビームの人格はこういう風に純粋だからなんだっていう風に思ってしまう。あとはときめきシーンっていうわけじゃないんですけど、やっぱりラーマといる時の無邪気な笑顔が本当になんか素敵だなと思っていて、あそこまでの無邪気な笑顔をしている男性を見る機会ってあんまないんですよ。メディアでも現実でもないです。あの笑顔を見れるだけで私はビームのことを好きになっちゃうし、ビームの笑顔を見たいから私はラーマになりたいんです。憧れはビームだからこそ私はラーマになりたいかもしれないです。あの笑顔を向けられたい。でもそうですよね。やっぱりドスティのね、もうあそこの2人の機微っていうのがあんな無邪気に子供のように遊ぶ成人男性2人。そう成人男性2人。しかも2人ともすごいたくましい2人。ないですよね。ないです。現実にももちろんないし、ファンタジーでもお見かけしないです。結構インドの映画って男性同士の親密な友情を描いた映画が割と多い印象はあるんですけど、でもその中でもやっぱりこの2人の友情って2人の真のところにある純真無垢さみたいなものが特に際立って感じる友情だなと思って、そこがやっぱり心に訴えてくるのかなって思いますね。そうですよね。他の映画を見ていてもおっしゃった通り、インド映画って男性同士が親密な様子っていうのは結構書かれていること多いなと思うんですけど、でもなんかビームとラーマは別格な感じ、見るものをときめかせるような感じですよね。ラーマの兄貴感とビームの弟感みたいなのをこんな風に言っちゃムキムキの2人に合わないかもしれないですけど、本当に可愛いんですよ。2人がってなる感じが2人にはあって。でもそうですよね。やっぱりラーマもビームといるときはもちろん兄貴分なんですけど、その兄貴分でいられることが嬉しくて仕方がないっていうのがもうそのラーマの一挙手一投足からもう伝わってくるですよね。本当に嬉しいんだなって、ビームといられてよかったねっていう微笑ましさがすごくありますよね。あとはそうですね、もういっぱいありすぎるんですけど、私はビームとジェニーの2人が出てくる場面はもう全部大好きですね。
市場にね、ジェニーと一緒に行って、帽子がこう屋根にぶつからないように押さえてあげるところとか、こうバッグを持っていてあげるところとか、小さい仕草なんですけど、もういろんなところに優しさがにじみ出てて、もう微笑ましい、可愛らしい印象がすごくあります。ラーマと比較するとすごくビームの行動には裏があっても裏がないように見えるっていうのが私はすごい魅力だなって思っちゃいます。ラーマはすごく口がうまくて賢い感じが前面に出てるんですけど、ビームって隠しベタみたいな感じがするのにこう人を好きにさせるような魔力があるんですよね。不思議ですよね。私もラーマも好きですけど、なんかビームの魅力は違うんですよ。違いますね。いや、ある意味ビームの方が魔性いや、そうかも。一回ハマったら抜け出せなさそうですね。いや、そうなんですよ。だから私はもう本当ジェニーに対しては、出会っちゃったんだねって思いますね。西井さんはすごいジェニーに共感されてますか？そうなんですよ。もう、でも一方で、ジェニーのビームにしか見向きもしない感じもまた尊敬に値するなって思ってる部分もあって、例えばナートゥのダンスパーティーの場面とか、よく見てると、ラーマもジェニーと一緒に踊ったりしてるんですけど、ジェニーはもう徹底的にラーマに対しては無表情なんですよね。何みたいな感じで。そうなんですよ。それを貫いてるのがすごいなって思いますね。でも見る目ありますよね、ジェニー。だってイケメンですよね。だってラーマってめちゃめちゃコミュニケーション取れるイケメンが目の前にいるのにビームに行くっていうジェニーの素晴らしさ。そうだからビームって、ジェニーにしてみれば言葉でのコミュニケーションがほとんど取れてないですよね。ほとんど取れてないのにあそこまで心惹かれてしまうっていうのがこう瞳から伝わってくる純真無垢さみたいなものに惹かれたのかなって思ったりしますね。でも私だったらラーマとビームが一緒にいるところを見てないのに惚れるのは本当にすごいなって思います。確かにいや、私は本当にラーマとビームが一緒にいるところを見てビームに惚れてるんでジェニーすごいなと思って。ダンスパーティーはいましたけど。そうですね。本当に結構ジェニーとビームの場面って割と短いじゃないですか、2人が一緒に出てくる場面って。だから2人の関係性をご都合主義だとか薄っぺらだっていう意見も見たりするんですけど、私はいや本当はもっと2人にはいろいろストーリーがあったのに話が長くなりすぎないように短くした結果ようなシンプルな形になってるだけなんじゃないかなって思ったりするんですけどね。私もそう思います。一個一個のアクションが重たいですよね。ビームとジェニーの2人の目線とか一言とかがすごくこうずっしり重たい感じがしていて、もちろん全部重たいんですけど RRR ってだけど、ビームとジェニーの一緒にいる時の一言交わすシーンとかも解釈をすごく深くできるなっていうふうに思っているので、表情とかでだからきっと RRR を6時間ぐらいで作ってたらもうちょっと見れたのかなと。たくさん、最後にラーマとビームの友情が本当に素晴らしいじゃないですか。そのラーマとビームの友情っていう観点からビームの魅力っていうのはいかがでしょう？やっぱりラーマがいるからこそビームの魅力が立つっていうところは本当にあると思うんですよね。2人どちらにとってもこの友情が不意になってるっていうところがすごくこの映画が心に響く理由だと思うんです。やっぱりラーマにとってはビームとの出会いというのが自分のその優しい部分だったり飾らない部分をそのまま見せることができる希望だったんだろうなっていうふうに思いますし、でビームにとっても、慣れないその都会でね素性を隠して戦わなければいけない、そういうもう本当に辛い状況の中でラーマとの日々っていうのが救いだったんだろうなって思いますし、もうお互いやっぱりすごく辛い状況に実はあるからこそ2人の友情がよりキラキラ輝いて見えるし美しく見える。やっぱり影があるからこそ引き立つ2人の絆の美しさっていうのがあるかなと思います。私も救いだったっていう風にさっき聞いて確かにっていう風に思いました。で、他のいろんな友情ものとか見てると依存しちゃったりとかするっていうこともあると思うんですけど、それが悪いとは思わないんですけど、でもビームとラーマの友情ってなんかお互いにすごく自立してるんですよね。その自立してるって言ったのは2人が
社会的に強いとかそういったこともあるんですけど、お互いがいないと生きていけないっていうような友情ではなく、そのすでにしっかりした2人がさらに自分たちの人生をもっと良くしていくためにある友情っていうところが、なんか私は今までたくさん映画を見てきていて、友情っていうのもたくさんあったんですけど、その友情ってどちらかが悪い状況にいたのを救い出す友情みたいな、それによって友情が生まれるみたいな結構あったかなと思うんですけど、そういうのじゃないっていうところにどっしりとした魅力っていうのが RRR の友情のポイントになってるのかな。私が惹かれたところっていうのはそういうところもあったんじゃないかなっていうふうに思って、もうすでに1あるものを2人が出会ったことによってさらにそれが2、3っていうふうにどんどん増えていくような、そういう友情じゃないですか。こうマイナスにあったところをゼロに引き上げる、0から1にするとかいうことではなくって、2人がそれぞれ自立してたっていうところがやっぱりなんかかっこいいなと思うし、憧れるんですよね。いや、わかります。最後の場面の肩車がまさにあの2人の友情の象徴的ですよね。そういう意味では。やっぱりそうかも。一人一人十分強いんだけれども、2人合体合わさったことによってもう誰も勝つことができない無敵の存在になってしまったみたいな感じのクライマックスだと思うんですよね。それは本当に象徴的だなって思います。こう RRR に対するいろいろなそのね議論とかをネットで読んだりすると、ビームの描き方がね、やっぱり部族の人間であるビームを、ラーマよりも知的に一段下の存在に描いてるっていう批判が結構あるんですよね。ただ、そういう見方ももちろんあるだろうなと。特に史実にね、モデルになった方がいるから、そういうね、見方をする方ももちろんいらっしゃるだろうなっていうふうに思うんですけど、私が見た印象だと、ビームをラーマよりも下に描いてるというふうには思えなかったですよね。それはやっぱり最後の場面でビームがラーマを助けに来るっていうところですよね。やっぱりあそこの場面でもうビームがいるからこそラーマもあれだけの強さを発揮できたんだなっていうふうに思えるようになってますし、そこがやっぱり今それぞれ強い、それぞれ十分強い存在で、その2人の力が合わさって助け合った時にさらに最強になってしまうという2人の魅力が出てたのかなって思うんです。だからそうですね、もちろんビームは森の出身っていうことで読み書きだったり英語だったりっていうところは確かにラーマに助けてもらう場面があるわけですけど、でもラーマの命が本当に危ない時に助けてくれるのはやっぱりビームだったり、2人が互角の存在、その2人ともそれぞれが強くてかっこいいっていうやっぱり友情の魅力が映画の中では出てるんじゃないかなって。ビームも私から見るとすごく知的なんですよね。だって薬草とかでこう簡単に薬作っちゃうし、そういうところとかもすごい手際とかもいいし、まずそもそも強いし、ビームがちょっと下に書かれてるんじゃないかっていう指摘があるっていう風な話おっしゃってましたけど、そういう風には感じないぐらいには少なくとももう対等すぎるぐらい対等だなっていう風にこちらから見ちゃうと思いますよね。ビームが薬草でラーマを助けてくれるところもかっこいいですよね。かっこいいです。あそこも私大好きな場面の一つです。なんか2回ぐらい助けますもんね。そうなんですよ。ラーマにとってはやっぱりビームとの出会いって本当に人生を変える出会いだっただろうなって思いますね。お互いにとってそういう形なのが本当にときめくんですよね。そうですね。やっぱりだからこそもう私2人が喧嘩するところが、仲違いするじゃないですか、お互いの素性が分かって、もうあそこがもう本当見るたびに辛いんですよね。もう心が引き裂かれるというか、あなたたちが喧嘩したらダメよっていうもう本当に辛くなる見てて、でやっぱり2人が仲直りするともうこの2人が友達じゃないと、2人がやっぱり腕を組み合って協力し合ってないとやっぱりダメだよって思わせられるんですよね。2人一緒にいるからこそ輝く良さがあるなって思います。2人が仲違いするときにビームがもうただただ混乱の顔をしているところが私はすごく好きなんですよ。言っちゃ悪いですけど、ちょっと可愛いみたいな感じで、最初はラーマに裏切られた、そんなわけないみたいな感じで、まだ俺は兄貴を信じてるのになんでってなってて、そこからの
嘘でしょ、うわはははってなっての、こう、ほらーみたいな感じで、ボワンって殴りに行くっていう、子供っぽいって言っちゃうんですけど、感情が全部出てて、かわいい。なんか喧嘩してるから苦しいんですけど、見てる方としては。でも、なんか感情全部出ちゃってるじゃんっていうところがすごく可愛いなって思って好きで。確かに素直ですよね。喧嘩してる時まで。可愛いんですよ。だけど、ラーマの方は何も顔に出さないようにしながら、いやー苦しいだろうなと思って、かわいそうだなって思うんですけど。かわいそうですよね。あれ、私やっぱり最初見た時は、ね、ラーマの事情をやっぱり分からずに見ているから、もうラーマひどいって、ビームと一緒になんでひどいよって思いながら見てるんですけど、2回目3回目って見てくると、ラーマも実はすごく辛そうな表情をしてるっていうのがこう見て取れるように、ね、なるんですけど、あと私2人の戦闘場面でビームが本気出して一発殴ったらラーマが吹っ飛ぶんですよね、ストーンって。ビームのシンプルに腕力だけで言うとビームがとんでもなく強いっていうところがさりげなく描かれているところも好きです。確かに。で、腕力キャラですもんね、ビームはね。うん、そうなんですよ。おかしいんですけどね、鉄格子をこう持ち上げられたりとか。おかしいんだけど、そう、なんかちょっとやっぱり神話の人物的な、それこそさっき理想のヒーローってお話ししましたけど、神話的なヒーローの良さがあるのかなって、その現実離れした強さも含めてあるのかなって思ったりします。ビームほどに何かこう心をこう掴んでくるキャラクターっていうのはなかなか描かれてこないんじゃないかな、これから。やっぱりね、ビームは魔性なんですよ。そう、魔性ですね。なんかね、魔性って言ったらどっちかというとラーマのイメージになりそうな感じがしますけどね。でも違うんですよ。ビームなんですよね。うん、違うんですよ。やっぱり一見裏表が全くない感じなのに人の心を引きつけてしまうのが魔性なのかなって思いますね。その定義でいくと完全にビームです。ということで、ちょっと今日はビーム大好き女子の大好きな理由を語る回ということでやらせていただきましたが。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんかビームについてもっと語れますよね。いや、もういくらでも語れますね。ですよね。いや、本当にビームについて本当にもう語るところがもう多すぎて、3時間の映画ですけど3時間以上語れる気がします。ちょっと時間の都合でここまでにしときますけども、本当に RRR 公開から1年経ってもなおまだまだ私たちを引きつけてやまないビームというキャラクターについて今日は語らせていただきましたが、皆様もね、ぜひビームについての、ラーマでもいいですけど、ビームについてのご意見とかありましたらコメントの方によろしくお願いします。そしてニスリンさんが描いているビームの絵とか、その他の RRR の絵とかについてのことが載っているアカウントをこちらの概要欄の方にインスタグラムのURL を貼り付けさせていただきますので、もしご興味ある方はぜひ訪問してみてください。じゃあ今日はこんな感じで締めたいと思います。本当に RRR という素晴らしい作品を作ってくださって、しかもこの中の素晴らしいビームというキャラクターを生み出していただいて、本当に、SS ラージャマウリ監督はじめ RRR の関係者の方にはとても感謝しております。そしてニスリンさんも今日はありがとうございました。じゃあまた他に話す機会があったらぜひまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこちらで締めたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。